こんにちは、盆栽職人峰谷俊です。今回はですね、ちょっと変わった呼び継ぎというのを皆さんに紹介したいなと。ただうちで今回紹介する呼び継ぎは皆さんが思っている呼び継ぎとはちょっと違うかもしれないんで、その辺も楽しみながら見ていただけたらなと思います。呼び継ぎって聞いたことがある人も多いと思うんですけど、接ぎ木の一種なんですよ。枝がないところに枝を差し込むっていう。呼び継ぎの説明は実際木を見ながら説明するとしてですね、今回やるのは盆栽の木じゃないんですよ。これから盆栽にするための呼び継ぎをしたいと思ってるんですけど、で準備するの忘れたんですよ。道具の松が来る前にやろうと思ったんですけど眠くて準備何がいるんですか？これ持ってね。電動チェーンソーですね。そうです。いや、大きいってことですか？大きいんですよ。盆栽じゃないですよ。盆栽になる木。盆栽になる木ですね。実はボスともう何本かやったんですよ。あ、そうなんですね。この辺りのこの盆栽畑の木じゃない。じゃないですよ。こっちなんですよ。これ？はい。残骸があるじゃないですか。これはなるほど。これはもう庭師さんの仕事ぐらいの。そうですよね。このサイズ感で言ったらね。これ盆栽になるの？なりますよ。てかめちゃくちゃないですかこれ？めちゃくちゃありますよ。これ全部盆栽のサイズにしなくちゃいけないですよ。これ伸びすぎじゃないですかこれ？伸びすぎっす。これ伸びすぎですよね。はい。長らく放置されてたような木なんですか？そうですね。こう残骸がありますけど、こういう。はい。はい。切った後のと飲んだ後の。ボスが飲んだ後ビールが転がってる。どうせだったら変化が分かりやすいやつが多いですよね。そうですよね。これは剪定ではないってことなんだ。剪定もしますけど、呼び継ぎなんですけど、このね、奥のこれぐらいのサイズなんですよ。全部ここら辺にあったのも。ボスの感が。で継ぎ木っていうと、例えばですよ。今ちょっとここ見やすいからここやりますよ。ここ枝ないな、ここ欲しいな。じゃあここに差し込もう。そんなことができるの？できるんですよ。これが継ぎ木なんですよ。なんかレゴみたい。そんな簡単じゃないですけどね。簡単じゃない。これがピッてこう継ぐ。これ継ぎ木。そう。どんな樹種でもできるの？どんな樹種でも胴吹きって言ってこういうとこから芽がピョンピョンって出てくるっていうことがあんまないんですよね。できないの正確にあると思うんですけど、特に小白類っていうのは胴吹きがしにくいんですよ。雑木に比べると。だから小白の場合だと特に多いですかね、継ぎ木っていうのは。じゃあ本当になんか1の枝まで遠いなっていうことがあったら、その間にこう足すっていうのができるってこと？できるんですよ。すごっ。この枝、これ今継いでるんですよ、この幹に。でこの枝ってぐーって元をたどるとこの木の枝なんですよ。だからさっき言ったこういう新しいこの穂をやるんじゃなくて、こうくっつけるんじゃなくて、この子自身の枝を持ってきてぐーって引っ張ってこういうふうにつなげる。それはあれですか？その自分の木を使う方がつながりやすいとかそういうこと？そうです。このいわゆる一般的な継ぎ木法だと、成功率がこっちの呼び継ぎよりか若干下がっちゃうんですよね。やっぱり若干でも結構下がる。初心者の方は結構呼び継ぎにチャレンジする方は結構いると思うし。へえ、なるほど。ってことはあれですね。やっぱ枝自体が生きてるから、継ぎ枝よりも呼び継ぎの方が成功率が高いってことなんですかね。そうですね。だから結局自分の枝を使ってそこにこう継ぎ木の一種。継ぎ木の一種です。呼び継ぎは継ぎ木の一種なんですけど。こういう方法もできるっていう。へえ、楽しみ。それを今からやってもらえるんですか？今からやるんですよ。でボスとこれやったんですけど、僕何本かこれ持ってくるじゃないですか。で呼び継ぎっていうのは結局持ってくる枝がないとできないんですよ。長い枝がないとできないんですけど、これ何回か折ってるんですよね。折れるよね。そうなんですよ。だからちょっと慎重にやらないといけないんですけど。じゃあここに枝を1本増やしたいなで失敗したくないなみたいな時があったら、この枝をじゃあ1本伸ばしておこうみたいなことを先にするということ。盆栽ではあんまりやらないね。盆栽でも全然ありますよ、呼び継ぎ。普通に雑木でやってる人もいますけどね。でも枝をぐにゃーっと曲げなきゃいけない。そうなんですよ。ちょっとねこれごちゃごちゃしてるか分かりにくいけどね。これはカットパスタみたいなもんで、カットパスタってこう傷口に塗る、傷口を保護するようなものがあるんですけど、盆栽ではよく使うんですよ。
パスタパスタとは関係ないんだ。パスタとは関係ないです。パスタと関パス係ない。タですかスパゲッティじゃない。じゃない。あ、じゃないんだ。はあ、なるほど。今日眠いですか？眠いっす。眠いっす。もう真っ昼間なのに眠い。そうですね。まあこう保護するためのね、うん。まあこれはその同じような、まあ、カットパスタと同じような保護してるんですけど、まあ、この内側はちょっと実際に見ていただいて、はい、変化がね分かるやつだと、ほらこういうでっかいやつだと分かりやすいと思うんですけど、はい、チェーンソーは剪定に使うということですね。そうです。もうこういうところ、ほらいらないとこ切ってるんですよ、こうやって。ああ、はいはいはい。でそれと呼び継ぎとやるってことかな。そうですそうです。はい、わかりました。じゃあやっていきます。この木、その木ですか？後ろにある木。あ、この木を一本。はい。はい。じゃあまず剪定からなんですね。呼び継ぎ。そうなんですよ。より先に。本当はね、正面をちゃんと見て決めて、正面決めないとどこに枝が欲しいかちょっと難しいじゃないですか。でこれがまあ分かりやすかったっていうか、まあ森なんでね、反対側はもう入れない。そうなんですよ。だからこいつでとりあえず、はい。はい。これだいぶすっきりしましたね。もういきなり一番大きいのいったからね。ああ、今こう切ったっす。やっぱ盆栽職人はあれなんですか？こういうなんかこう松の枝にこう当たっても痛くないんですか？やっぱ慣れるんじゃないですかね。でも慣れるの？いや、チクチクはしますけど、痛ってならんねや。痛とはなんないです。これずっとここに植えてるやつなんですか？もともと盆栽とかでもなく。これね、お父さん、ボスのお父さんが植えたらしいんですけど、もともとどんな感じだったのか僕もあんま分かんないですよ。でもこのやっぱり模様着みたいなこの模様っていうのはやっぱり自然にこういう風にできるんですね。あ、でもね、この模様は多分ある程度最初から模様はあったとは思うんですよね。ああ。模様がないと面白くないですからね。でお父さんが多分、まあ、呼び継ぎかなんか分かんないですけど、盆栽にするためっていうのもある程度考えてたっぽいんですけど、で結局手つかずになっちゃってビンビンに伸びちゃったっていう。マジ大きい盆栽っていう感じのいい形してるですね。そうですね。トシさんがよく自然の盆栽って自然を表すんだって言うじゃないですか。まあ半分信用してなかったんですけど。そうですよね。いつも反応悪いですもんね。いやすごい、本当にこうなるんだ。言ったじゃないですか。もう緑の葉っぱがついてる枝全部落ちるぐらいの勢いですけどね。大丈夫です。今見ました。ビビビってなって今この枯れ枝をやろうとしたんですけど、枝がバーって揺れるじゃないですか。これがずっと首に刺さってたんですよ。私はいい感じに松の髪飾りついてるんですけど。本当ですか？はい、ありがとうございます。質問ってない。やっぱそうやって切る時も最終的に使えそうな枝と使えそうじゃない枝は分別して切ってるんですか？これね、今枯れ枝だけなんですよ。あ、全部枯れ枝を切ってる。はい。ちょっと邪魔なんで。まあまあ枯れてるのね、やっぱり。はい。なんじゃこりゃ。引っ張る時にね、邪魔になることがあるんですよね、枯れ枝が。あ、これ今じゃあもうどの枝を引っ張るか決まってるの？まだ決めてないですよ。ここから。何やったんやさっき。これむずいですね。難しいですか？下に枝ないし、中間枯れてるし。普通に困ってるじゃないですか。どれをどこにどう思ってる？今考えてたんですけど、これ使えるかな。これ上の方にあるやつなんですけど、ここら辺でいけるかな。ちょっとむしるんですね。むしるです。くっつけるとこは。くっつけるとこにくっつける。こんな感じ。ああ、そこにペタッと。はい。でね、ここだけじゃちょっと足んないんで、こっちのね、ここら辺かな。裏側。前じゃダメなんですか？いや、前でもいいんですけどね。あ、で、まあここはちょっとね、あんま本当にやりたくないですよね。ちょっとね、これ意味枝になっちゃうんで。意味枝、意味枝ね。はい。このくの字のとこから出てるんで。これ良くないんや。外側の方がやっぱ綺麗ですよね。こいつみたいに。なるほど。持ってけるものがないんだよな。だからそれもじゃあ意味枝にならないの？そこに出したら。まあまあこれは大丈夫です。これね、これも枯れてるんですよ結局。
はい。こいつが生きてたらここから生きてる、一本生きてる、生きてますね。一本生きてる。まあここないんでこれも枯れてるし、ないところにやっぱ欲しいんですよね。結局小さくしたいじゃないですか、盆栽にするから。でこれ下になかったら結局大きいままなんですよ、ずっと。いくら剪定しても上の方で剪定してるから、ここからここは変わんないじゃないですか。上だけが変わるみたいな。それだけもうギューって小さくしたいんで、こういうとこからやっぱ枝が出てほしいですよね。だからまあないとこにこうついで枝出したい。やっちゃうっていう。その2本ですか。2本やっちゃいましょうか。で道具をちょっと変えます。何がいるんですか。正式名称は今出てこないですけどそんなんばっかりグラインダーみたいなやつとトンカチ、あとこんなこの字の釘みたいなちょっと持ってきます。はい、お願いします。丸がこっち見てます。今日も可愛い。丸ちゃん、お前あれか、チェーンソーマンにおるあれか、名前忘れた。ポチタ。チェーンソーマンにポチって言うんですか。ポチタ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 。この間脱走しました。丸。脱走しました。はい。帰ってきた。誰かが繋いでくれたっす。そんな落とし物みたいなことある。誰かがあっちの研修所に繋いでくれて。落とし物。朝起きたらね、丸ちゃんがいたんですよ。これさっき言ったグラインダーなんですけど、これで傷つけるんですよ。形成層をギーってこう。やりすぎてやっぱ枯れたりするんですか。そんなことは大丈夫ですよ。大丈夫ない。はい、全然大丈夫。どれぐらいいっちゃっていいのかな。結構ね深めにいくんですよ。枝の太さがそのままスポッと入るぐらい。早速やっちゃうんですか。早速やっちゃいます。まずこいつで。これ危ないんでね。普通に指飛ぶぐらいの。水分含んでる。木くずに水分がありますね。でこいつをほらこんな感じスポット。だからこいつにも傷つけなくちゃいけないんですよ。それだとはまるだけになっちゃうから、くっつかなきゃいけないから。で今見たんですけど、皮もくっつか表面の。そうです。初めてだったんですよ。継ぎ木とか指継ぎとかあんましないですか。ここら辺でねたくさんする人いるんですけど、うちはあんまりやらないですね。龍一さんとか詳しそう。詳しそうですね。いけるいける。もうちょい広い方がいいですね。もうちょい削る。でくっつけて、トンカチとその口に加えてるそいつで、それはこの字型のやつですね。はい。綺麗にはまるね、スポット。そして口に加えてたら解説ができないんですよ。そうですね。だけどなるほど。結構もう打ち込んじゃうん。結構打ち込みます。で1本では当然足んないんで3本ぐらいやりましょうか。そうするとその中同士がくっつくんですか。そういうことなんですよ。で打ち込んだらこれ保護しないといけないんで、さっきのあれが出ますよ。パスタが出ますよ。これなんかボスが外国人にもらったっつってしっかり保護して、こんな具合ですかね。で完成です。思ったよりシンプルそう。そうですよね。それでどれぐらい置いとくとくっつくんですか。それね、僕もボスに聞いたんですよ。はっきりとは言われなかったです。なんかね、枝切るじゃないですか。ああやって、切った枝そのまま放置しておくと、だいたい1ヶ月ぐらいで枯れるようなみたいな。そうですかボス。1ヶ月そもそも枯れてないんだ。枯れるっていうか、枯れてるんですけど色が変わるんで、分かりやすいっていうことなんだと思うんですよね。じゃあ1ヶ月ぐらいでくっついてるかどうかが分かるっていうことを言いたかったのかな。だと思うんですよね。不詳の弟子だからよく分からないですね、ボスが言ってることは。
ボスがレベルが高いじゃレベないですか。ルが高いから、はい、そうそう別次元っていうかランクがちょっと上なんで、まだ僕が理解できてないだけなんです。ね。まあそういうことじゃないですかね。1ヶ月ぐらいで色変わってなかったらいけてるってことまあなのかまあそういうことなのもしかもしれないですね。れないですね。成功するコツとかあるんですか？いや僕もうん。今まで失敗したことないですよ。あ、呼び継ぎで？はい。成功したこともないですよ。ああ、経験がないっていうこと。そういうことです。じゃあ俺に聞くなって。経験ある人の動画を見てくださいって話です。僕何回も言うんですけど、はい、盆栽審査分かりやすい。まあこれはね、都市のハウトゥーというよりは都市が成長する物語なので、まあそうですね。だから僕うちではまあこういうのをやるんで、まあ紹介っていう感じ。っていう感じですかね。あ、で逆に盆栽よりはこういう木の方が成功しやすいんかな、やっぱり。やっぱ根っこがね。根っこがあるから。はい。うんうん、なるほどなるほど。で一般的にはその呼び継ぎっていうのが接ぎ木の中で成功しやすいと言われてるんですけどね。やっぱり。成功したことないと。そうなんですよ。接ぎ木失敗したことないです。接ぎ木も接ぎ木はあります。成功したことはないですよ。失敗したことはないです。僕ねちっちゃいやつやったことあるんですよ。盆栽のちっちゃいやつですか？はい、はい、まだ素材の、うん、それね多分成功してるとは思うんですよ。それは呼び継ぎじゃないんですけど、普通の接ぎ木。接ぎ木結果はそれこそ1ヶ月前ぐらいのやつで元継ぎってこの下の方に継ぐやり方をやったんですけど、それまだね枯れてないんで、ああ、じゃあ成功してるんじゃないかじゃないかと思ってるんですけど、見えないんですよ。その土でかぶされてる。ああ、なるほど。まあ枯れてないから成功してるんじゃないかなってことか。じゃないかなと思うんですけど、でこれ同じことやりますけど、綺麗にしないですか？この木ですか？これいいです。もちろん後で、まだ後ではい、綺麗にしますよ。その森の中で、あうわもう花粉がうわもうこれもうあれですよ、花粉症の人見てるだけでくしゃみ出てますよ。これ出てますね。これボスと2人でやるんですか？全部やります。ボスと2人で1日3本って約束したんで、2人で頑張ろうって。1日3本？はい。5、6本しかやってなくないですか？そうですね。だからまあその3本って約束して、2日後に諦めました。早いだろ。挫折早いだろ。早いだろ。諦めたわけじゃないですけど、まあちょっと違う仕事が入っちゃってね。はい、急遽。仕事できないやつがいいわけだ。まあなかなかねこの本数どれぐらいもう数えたことないですけど、100本ぐらいは。でも夏までにやらないともう絶対やらないでしょ。やらないですよ。ねえ、夏になるとね。夏だって庭作ろうとしてるんですもん。そうね。はい。これこんなやり方で視聴者さんの人もできますか？できますよ。だからこれねこの大きい木だから、はい、理屈は一緒っすよ。その盆栽にしたって。だけど、まあ、実際ね盆栽でやるってなったら、今回やったのちょっとでかい木なんでね、まあ見やすさとかも求めてそうやってたんですけど、まあちっちゃい木は、まあちっちゃい木も全然できます。はい、盆栽審査の盆栽審査の動画が一番わかります。概要欄に貼っとくんで。呼び継ぎ勉強したい方、ぜひ盆栽審査の動画をご覧ください。はい、ということで今回はこんなところで最後締めをやってますけども、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。